んにちは、もずくです。今回は前回作った住宅街の続きにお花畑を作っていきます。実は YouTube を3年やってきて初めてのお花畑動画になるんですけど、お花畑も私らしく廃墟に咲くお花畑をテーマに作っていこうと思います。まずは作る場所まで移動します。作る場所はこの辺りです。それではどうぞ。まずあらかじめ作ってある地形についてなんですけど、崖でくぼみを作って見下ろす形にしたかったので、エリアの真ん中ら辺だけ一段下がっています。で、この場所から奥に建物が見えるようにしたいので、崖と西部の街並みを使って建物を作っていきます。で、今回建物は廃墟に見せたいので、建物の中に木を植えて、その前には木が見えるように屋台を置きます。屋台の上にはランタンを置いて、さらに2段目にも西部の街並みを置いていきます。で、1段目にも西部の街並みを置きたいんですけど、崖の中に入り組んでいるような形にしたいので、2マス分崖を削っていきます。次はこのエリアで一番大事なポイントになるんですけど、2段目と地面を変えるために砂を敷きます。建物を建てるために穴を掘ったという設定なので、地面は草ではなく掘ったままの状態の地面ということにしています。では次は崖を削ったところに西部の街並みを置いていきます。2段目から見るとこんな感じです。さらにエリアにもっと立体感を出すために両端にも建物を作ります。本当は3段目は西部の街並みを背中合わせで2つ置きたかったんですけど、エリアの広さ的に1列じゃないと厳しかったので1列にしています。エリアに余裕がある方は建物の構造的に2列の方がリアルに見えるので、3段目を2列で作ってみてください。全体はこんな感じです。両端に建物を作ったことで立体感が出たと思います。次はエリアのつなぎ目を作っていきます。まずはタイルとウッドデッキの道を敷いて、手前から見えるように押し子の門をエリアの境目に置きます。次は木を植えていきます。エリアのつなぎ目は木を植えておけば間違いないので、モリモリにしていきます。さらに道を敷いて、空いたところには密度を出すための大きめの家具と、手前から見た時に映る家具を置いていきます。反対側も少し木を植える位置を変えつつ同じように作っていきます。奥のエリアから歩くとこんな感じです。次はくぼみの中を作っていきます。まずは西部の街並みの前にウッドパーテーションを置いて建物の入り口を作ります。さらにこのままだとのっぺりして見えるので、地面に石畳とウッドデッキの前デザインを敷いていきます。次は家具を置いていきます。崖には下に降りるためのはしごをかけて、草地と砂の境目をなじませるために石を置いていきます。
で、さらにもう少し緑を増やすためと廃墟っぽくしたいので、崖につるをかけていきます。全体はこんな感じです。次は手前側を作っていきます。まず左の端には西部の街並みを隠すためと1段目のエリアとつながるようにお城の塔を置いて、空いたところには低木を植えます。次は崖端をなじませるために木を植えるスペースがないので、代わりに柵を立てていきます。右側は木を植えてなじませます。次は1段目につながるようにウッドデッキを敷いて、横には低木を植えておきます。さらにエリアの角には街灯を置いて、邪魔にならないところに木を植えておきます。次はメインのお花を植えていきます。とは言っても、ここまで見てもらってわかる通り、ザ・お花畑というわけではなく、放置された施設にいつの間にか種が飛んできてお花畑になったという設定で作っています。で、よくお花使わないんですかって聞かれること多かったんですけど、使わなかった理由が、リアルな街づくりをするにはちょっとお花が可愛らしすぎるなと思って使ってなかったんですけど、その中でもユリと菊とスズランあたりはまだリアルに見えるので、今回使ってみました。あと秋だと茎の色がいい感じに褪せているのが好きポイントです。全体はこんな感じになりました。空いたところにはお花が広がらないように雑草を植えています。次は今作っているエリアが隠れないようにエリアの境目に木を植えて、エリアの外側にもエリアをなじませるために木を植えていきます。さらに木と木の間にもしっかり低木を植えて、これで今回の島くりは完成です。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価とチャンネル登録、コメントもたくさんお待ちしております。実写チャンネルの登録もよろしくお願いします。